はい、こちらが S タイボンネットになります。まずこのボンネットの性能に関して説明しますが、まずここのボンネット部分のダクトですね。純正はこのだいたい約3分の1ぐらいのダクトの大きさしかないんですけども、それですとせっかくFL5 のバンパーグリル大きく開いてるんですけども、ここから入った風がエンジンルームの中に入ってあまり抜けてくれない。でそうなると例えばスポーツ走行とかサーキット走行においてはやはり水温だったり油温の上昇がすごくネックになってしまう。水温が上がってしまうとやっぱりエンジンの出力も下がるし、オーバーヒートの原因になってしまうので、ましてレースではそこは極力下げたいということで、まずここのグリルを純正比約3倍まで広げました。そうすることで水温も油温も下げることができるようになったんです。でさらにエンジンルームの熱を抜くという意味で、実はここですね、この形状も関係がしておりまして、両サイドの熱をここからフロントウィンドウを沿って出すように設計されています。で実はこの真ん中からも抜いてあげたいんですけども、真ん中は実はフロントウィンドウに当たる走行風で制圧が強いもんで、あんまり実は走行中に抜けてくれない。ただ両サイドはですね、両サイドの風の流れが風圧を呼んでくれるので、両サイドは結構抜けてくれる。なのでここの真ん中と両サイドより多くの熱気を抜くように設計されています。じゃあ次はですね、この両サイドのダクトなんですけども、このダクトは、もちろんエンジンルームの熱気を両サイドから抜くという意味合いでつけてます。たださらにもう一つあるんですけども、実はこの FL5 はですね、このフェンダーホイールハウス内と、ボンネットが貫通してるんですね、実はここで。でここでフェンダー内の圧力をボンネットを通じて外に逃がすことで、これも浮力を防止することに寄与しています。他のシビックのチームですと、例えばエンジンオイルクーラーを別で装着しているチームもあるんですけども、スプーンはですね、もともと昔からどのレースカーも追加のエンジンオイルクーラーをつけるのは嫌ってたんですね。なぜかというと、そのオイルクーラーをつけることでオイルラインが長くなったりするので、オイルプレッシャーが走行中にドロップするのを嫌ってたからなんです。なので、このターボ車なんで水温油温かなり上がるんですけども、それでもこのボンネットをつけることでオイルクーラー必要ないぐらい下げることができたので、これはスプーンのチームとしても助かってますし、サーキットユーザーにはぜひおすすめしたいパーツです。